45,000トン超級 LHA 型強襲揚陸艦が就役。2020年の7月15日、米海軍において2隻目のアメリカ級強襲揚陸艦 LHA-7 トリポリが就役しました。アメリカ海軍の45,000トンを超える最新型の強襲揚陸艦で、アメリカ級2番艦となります。諸元は、満載排水量 45,570 トン、全長 257.3 メートル、全幅 32.3 メートル、喫水 8.7 メートルで、出雲型に比べると細長く、喫水な深く船体が寸胴です。船体が寸胴で、喫水な深い分、搭載量が増えますので、満載排水量では 1.7 倍以上の差となります。艦を守るための兵装も充実しており、12.7 ミリ連装機17機、近接防御火器である20ミリシウス2機、近距離防空ミサイルであるシーラム21連装発射機2機、中距離防空ミサイル ESSM8 連装発射機2機が装備されています。出雲型に比べると随分重装備です。アメリカ級についている艦首記号 LHA とはランディングヘリコプターアサルトの略で、日本語ではヘリコプター搭載型強襲揚陸艦を表す艦首記号となります。LHA はタラワ型強襲揚陸艦より使われています。タラワ級強襲揚陸艦はアメリカ級の前々級の強襲揚陸艦となり、タラワ級とアメリカ級の間にはワスプ級が存在しますが、ワスプ級は LHD という艦首記号がついております。LHD はランディングヘリコプタードッグとなり、日本語だとヘリコプター搭載ドッグ型強襲揚陸艦となります。違いは、上陸用舟艇や水陸両用車を運用するためのウェルドッグが装備されていることです。ワスプ級には3隻のエアクッション型揚陸艇 L ケップが搭載され、水陸両用車等の車両を格納するデッキも一層設けられています。アメリカ級は航空機による着上陸作戦であるヘリボーン作戦を支援することを最大の任務としており、ワスプ級に比べて航空機の運用能力が強化されています。そのため、アメリカ級の1番艦アメリカと2番艦トリポリにはウェルドッグはなく、艦首記号は LHA となっております。ただし、3番艦からはウェルドッグが復活し、L ケップ2隻が搭載される予定です。1番艦2番艦は、ウェルドッグなしでの建造となりましたが、これに海兵隊は強く反発したようで、3番艦からウェルドッグが復活することになったという経緯があるようです。そのため、3番艦以降の設計は大きく変更されています。海兵隊としては、L ケックが使えず、重装備が上陸できないことにかなり不満だったようです。船を運用する海軍と利用する海兵隊の間で、いろいろと齟齬があったようですね。この改造のため、3番艦以降の満載排水量は5万トン以上になるとされており、航空機運用能力をあまり下げずに、ウェルドッグを搭載し、上陸用舟艇や車両を格納するスペースを用意するようです。3番艦は現在建造中です。ただし、悪いことばかりではなく、アメリカ級1番艦2番艦は、重装備、車両、L ケックを搭載しない分のスペースを利用し、航空機用格納庫は増設されており、F-35B 戦闘機を最大で20機、搭載・運用できることとなりました。ただ搭載するだけではなく、20機の運用が可能となったことにより、準空母として活用することも可能です。ただし、準空母として使用する場合には、戦闘航空部隊を素早く補充するための地上基地が近くに存在する必要があります。アメリカ級強襲揚陸艦の1番艦アメリカは、長崎県の佐世保を母港とする第7遠征打撃群に配備されています。これは、近くに岩国基地という
海兵隊の戦闘航空部隊の基地があるため、準空母としてのアメリカ級を運用しやすい環境があるということになります。東南アジアや中東など海兵隊の航空基地がない地域では厳しいでしょう。アメリカ級は、通常運用時は F-35B、6機、オスプレイ12機、戦闘ヘリや輸送ヘリなどのヘリを13機搭載しています。乗船可能な海兵隊員数は1800名から1900名とされております。おおむね2個大隊程度の数です。通常は、乗船した海兵隊員をヘリボーンにより、着上陸させる任務に就くわけですが、準空母として使いたいときは、オスプレイやヘリの数を減らして、岩国基地から F-35B を補充するという感じです。岩国基地には、2020年10月より、F-35B を16機装備した、第242海兵全天候戦闘攻撃中隊 VMFA AW242 が常駐しています。2021年の秋までには、さらに、1個中隊16機の F-35B が配備される予定で、岩国基地配備の F-35B の総数は32機となります。航空隊の数から想定すると、F-35B を運用する強襲揚陸艦も2隻配備されるのは間違いないかと思います。揚陸部隊は、通常、強襲揚陸艦1隻、ドック型輸送揚陸艦1隻、ドック型揚陸艦1隻で、1つのグループを編成します。現在、佐世保の第7遠征打撃群には、強襲揚陸艦1隻、ドック型輸送揚陸艦2隻、ドック型揚陸艦2隻が配備されており、2つのグループを編成するのに強襲揚陸艦が1隻不足している状況です。こう考えると、アメリカ級強襲揚陸艦の2番艦トリポリも、佐世保の第7遠征打撃群に配備される可能性が高いのではないでしょうか。アメリカ級が2隻配備されれば、ドック型輸送揚陸艦であるニューオーリンズ LPD-18、グリーンベイ LPD-20、ドック型揚陸艦ジャーマンタウン LSD-42、アシュランド LSD-48 の6隻で、2つの揚陸グループが完成します。これにより、第3海兵遠征軍の主力部隊である海兵連隊2個と支援部隊を同時に揚陸できる体制が整うと思われます。トリポリが配備され、第7遠征打撃群が2グループ体制になると、第3海兵遠征軍の主力である第3海兵師団は、ほぼ丸ごと搭載できるほどの積載量になると思われます。海兵連隊の基幹部隊は、3個の大隊で編成されており、第3海兵師団には、3個の海兵連隊があります。そのうちの2つが、歩兵師隊、1つが砲兵です。歩兵師隊の2個連隊6個大隊のうちの4個大隊を、2隻のアメリカ級からヘリボーンで着上陸。残り2個大隊が、ドック型輸送揚陸艦2隻に搭載された戦闘強襲大隊の水陸両用車や LCAC で上陸。砲兵連隊やその他の支援部隊も、ドック型揚陸艦の LCAC で上陸すると思われます。米海軍と海兵隊は連携し、2つの揚陸グループのうち、1つをパトロール等の任務に常時投入できる状態とするのではないかと思います。日本も31中規模で、水陸機動団を2個連隊編成から3個連隊編成に増員することが決定しており、現状の揚陸能力では不足していることから、海上自衛隊は、揚陸用艦艇の増強を行う可能性が高いのではないでしょうか。その際に、F-35B、42機の導入も決定しておりますし、揚陸部隊の防空能力を高めることを目的に、揚陸艦にも F-35B の搭載を計画するかもしれませんね。どうなるでしょう。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。Thank you for viewing.
See you next time. Bye bye.